こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 4の4です。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるようなお話をお届けしています。リラックスして聞いてくださいね。今日はどんな話をするかというと、ネガティブな自分と生きるにはというテーマでお話ししていこうと思います。皆さんはネガティブな自分と聞くとどんなことを想像しますか？どんなことを想像しますか？例えば私だったら挑戦するときに挑戦したいんだけれどもネガティブな自分が出てきて、それは自分には無理だよっていう声が聞こえてきたりとか、自分をなんとなく下に見たりとか、そういうイメージが私にはあります。皆さんはネガティブな人間ですか？それともポジティブな人間ですか？私は比較的ネガティブな人間だと思います。昔から例えば何かにチャレンジするとき、私は小さい頃合唱をやっていたんですけど、みんなで集まって歌うやつなんですけど、それをする時もいつもその習い事なんですけど、習い事に行く時にいつも忘れ物がないかなとか、何か足りないものないかなって考えていたりとか、あと何かの試験を受ける時、例えば韓国語能力試験を受ける時も、落ちちゃったらどうしようっていうこの不安にすごく駆られたりとか、本当はだって結果って決まってるはずなのに、もうコントロールできないことを何度も何度も考えちゃったりとかしているので、私は比較的ネガティブな人間だなと思っています。皆さんはどちらですか？私はよく本を読みます。本のジャンルは自己啓発本というジャンルをよく読むんですけど、皆さんこの言葉知ってますか？自己啓発本というのは自分を成長させるための本です。多分皆さんの国でもたくさん本があると思います。このジャンルのね。私はその本を読んだ時にポジティブでいた方がいいっていうのを何度か見たことがあります。そして読んだこともあります。その当時私は20歳ぐらいだったかな、多分20歳ぐらいでポジティブでいないといけないんだみたいな感じで思って、自分にポジティブであれ、ポジティブであれ、ポジティブであれって思っていたんですよね。でもなんとなくだんだんその自分のベース、自分自身としてはネガティブなのにポジティブでないといけないと思ってくると、だんだん疲れてきて、なんとなく自分が自分ではないような気がしてきたので、ポジティブであることをやめました。でもその自己啓発本に書いてある通り、私もポジティブな考え方でいた方がいいこととかいい出来事とかあるなって思うし、周りの友達や家族たちにいい影響を与えられるのかなと思うので、ポジティブであれるような努力はしています。なんでかっていうと、私は大きなチャンスをつかみたいから、大きなチャンスをつかむためにはできるだけいいことを考えた方がいいかなって思うので、努力はしています。どんな努力かというと、例えば一日の終わりに感謝することをノートにあえて書いたり、ペンで書いたり、あとは瞑想したり、あとは神様にお祈りしたりしています。そうすることでなんとなく自分の考え方がだんだんずっとネガティブに思っていたことをちょっとだけポジティブに
考えられるようになったなと思います。人間は自分がフォーカスを当てた、焦点を当てたところに世界が広がっていくようにできていると私は思います。例えばネガティブなことをずっと考えていると、ネガティブなことがやってくるみたいな感じで、感謝することを考えていたり書いたり話したりすると、感謝することがもっとやってくるみたいな感じです。これは私の信じていることなので、皆さんもおそらく信じていることがあると思いますが、皆さんはどんな風にネガティブ・シンキングを考えていますか？最近私自身ちょっと気づいたことがあったんですね。それは何かっていうと、私は私のことをちょっと下に見ていたなと思いました。気づきました。それに気づいたのは YouTube である人が発信していて気づいたんですけど、なんとなく何かにチャレンジするときにすごく自分の心の中でブレーキがかかっているなと思っていて、というのも私今ここフィリピンのマニラの中心地にいるんですけど、実はね、私の彼氏がフィリピン人なのでフィリピンに少し住んでいいかなと思っています。彼も日本に住みたいっていう気持ちもあるんですけど、私も全然フィリピンのことを知らないので、3年から5年ぐらいは若いうちに住んでもいいかなと思って今見学がてら来てるんですけど、見学っていうのは見て回るっていう意味なんですけど、もしここに住むとなると、私の彼氏がもしも億万長者ならば、私はお菓子食べて家でゴロゴロしてると思うんですけど、億万長者ではありませんので、でもお金は持ってるんですけどね、私も仕事しないといけないんですよね。もちろん今後子供を産んだり子供を育てたりするときにたくさんのお金がいりますから、そのためにも働こうかなと思っています。ここのマニラで働こうかなと思って、ここのフィリピンのエージェント、日本人の人、日本語スピーカーを募集しているエージェントに連絡して面談までしてもらったんですけど、なんとなく一歩踏み出せずに履歴書を送ってくださいって言われたんですけど、まだ私送れずにいるんですね。その理由が心の中を深く観察してみると、私にはできないかもしれないとか、そんなの無理だよみたいな考えが私の中にあることに気づきました。もちろん無理やり履歴書をそのエージェントに出して面接受けることできると思うんですけど、私のこのネガティブな気持ちを一旦自分が受け入れて、自分の心とちょっと話し合ってこのことは進めたいなと思っています。この経験を通して自分の心ですごくブレーキがかかってるなと思いました。実はブレーキがかかってるなって思ったのはフィリピンに来てからだけではなくて、オーストラリアにいる時も自分の心にブレーキがかかっているなと感じていたので、やっぱり私の心には自分のことを見下す思考の癖、思考っていうのは考え方のことなんですけど、考え方の癖がまだ根付いているなと思います。皆さんはどうですか？私はこのことに気づいた時にこのポッドキャストで話したいなと思いました。なぜならこういう心の奥底のことって自分自身で気づくのってすごく難しいなと思ったからです。
もし自分のことを見下してるなと今感じている方がいたら、ぜひ自分のことをこうやってハグして抱きしめてあげてくださいね。私もこちらから愛のパワーを送りますどこから自分のことを見下し始めたのかはわからないですけど、今現時点で、もっと自分自身のことを受け入れて愛していけたらいいなと思っています。自分のことを愛することができれば、自分の負の感情、ネガティブな感情を含めて全て受け入れることができるならば、もっと可能性も広がるし、自分で可能性を狭めたりしないと思うんですよね。可能性を狭めるという意味は、可能性を小さくするという意味です。もっと私も自分のことを受け入れて、もっと愛の波動を皆さんにお伝えできたらいいなと心の底から思っています。最近は例えばインスタとか TikTok とかね、 YouTube とかもそうですけど、なんとなく羨ましいなとかね、例えば高校の同級生がめっちゃお金持ちになってたりとかするのを見て、その切り取られた画像とか切り取られた動画とかだけを見て羨ましいなって思うことも私もあるんですよね。その時に出てくる感情が嫉妬という感情なんですけど、何かに対してすごく羨ましくてしょうがなくなるっていうのがこの嫉妬の感情です。嫉妬の感情を感じたりとか、あとはネガティブな感情もそうですけど、感じた時ってなんとなく自分のことを責めてしまいませんか？私は自分のことを責めてしまうことが多いんですけど、そういう悪い感情っていうか、その負の感情を感じた時って、なのでその時に自分をいかに責めないか、自分のことをいかに見下さないかということに私は今挑戦してるっていうか、いかにこれが普通なんだ、人間なんだ、自分なんだって言って自分をいかにハグしてあげるかっていうことにちょっと挑戦しています。そして嫉妬という感情は悪い感情では、ちょっと悪いけど、全部は全部悪い感情ではないとは思うんです。だって嫉妬っていうのは自分のありたい姿を教えてくれるヒントだと私は思うんですよね。なので皆さんがもし他の人と比べて嫉妬してしまう時あったら、ぜひそれは自分が欲しいものなんだと思って、欲しいものを知れたからラッキーだなと思って、ぜひ自分を責めずにハグしてくださいね。不安とかね、あとは心配とか負の感情、ネガティブな感情っていい側面もあると思うんですよね。例えば想像してみてください。周りの友達とか同僚たちがめちゃめちゃ完璧でずっとポジティブだったら、あなたどんな感情になりますか？私はちょっと想像するだけで疲れてきたっていう感じなんですけど、弱い部分があったりとかネガティブな部分があることで友達とつながれることってあるのかなと思っていて、例えばおバカなキャラの方が友達になりたいなって思ってもらえたりとかすることってあると思うんですね。ネガティブな自分は消さなくていいと私は思います。一緒に私みたいに、私もすごくねネガティブな部分がありますので、アドバイスできる立場にはありませんが、もしあなたがネガティブな部分に対してもし悩んでいるとしたら、ぜひあなたがネガティブな感情を感じた時にあなた自身をハグしてほしいなと思います。私もこちらから愛の波動をたくさん送りますので、どうか自分のことを大切に、そして見下すのをぜひやめてくださいね。
ネガティブな自分と一緒に人生を歩んでいくっていうのは大事なことかなと思います。今日の動画いかがだったでしょうか。もしあなたの意見があったら私のコメント欄にコメント残してくださいね。そしてあなたはネガティブな人間ですか、それともポジティブな人間ですか。今日も最後までジャパニーズポッドキャスト with ヨンのポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょうね。バイバーイ。